由美ちゃん、僕と結婚してください。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と憎しみとムカつくやつを滅ぼす怒りと拭いきれない欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、今日はそうですね、自民党の岸田政権、自民党ですよね、自民党の異次元の少子化はすでに成功しているという話をねしたいと思います。そうね、岸田のね異次元の少子化対策はもうすでに成功しています。そうなんですよ、成功してるんですよ。そうもう成功してるんですね。子供が少ないとか出生率はそんな全然関係ない、異次元ですから、そんなの関係ないですよ。結局ね、少子化言いますけれどもね、なんやかんやもうね、あれじゃないですか、労働力の確保ね、ブルーカラーの欠如をどうにかしないといけないという労働力の確保ね、子供を労働力とカウントしてるんですね。世界労働反対委員会委員長のね、私ネガティブマンとしては、すいません、ネガティブマンと申します。世界を滅ぼす人類の敵ですとしてはですね、やっぱりね、そうなんですよ。何でしたっけ、少子化、異次元の少子化はね、もうすでに達成されているんですね。人の労働力だなんてね、労働力でカウントするなんてもうね、とんでもないことですよね。そこには人間としての幸せだったりね、ゆとりだったりね、なんていうんだろうな、快感だったり、なんていうんでしょうかね、人が人らしく生きる豊かな生活みたいなね、もう一切考慮されてませんからね、もう単純にもう労働力の駒としてね欲しいだけですよね。それならね、なんていうんだろう、この少子化ね、日本の子供たちね、大学全入時代ですからね、もう大学なんてね、今の10分の1に減らせばいいんですよ。そしてね、狭き門にした上でね、もうブルーカラーにすればいいんですよ。ところがね、過保護に育てられた、また過保護に育てたね、薄汚い欲望たっぷりの親たちはね、そうはさせたくないね。何としてでも自分のホワイトカラーのね、事務職的なね、意味不明なホワイトカラーにしたいわけですよね。そうなるとどうすりゃいいのかね。さすが自民党ね、岸田政権、アメリカの犬、植民地国家、日本の象徴ですよね。どうしたらいいか、異次元ですよ。次元が違うことをやるね、異次元の少子化、つまりね、いろんな国から移民をね大量に流入させて労働力を確保してね、子供の代わりにね、だって冒頭申し上げた通りね、子供は労働力の駒にしか過ぎませんから、大人になったってね、時間の差があるだけですからね。労働力の駒として異次元の移民たちですよね。移民たちを子供として国の宝って言ってるじゃないですか。移民はね、我が国の宝ですって言ったじゃないですか、岸田大先生はね。そういうことですよ。だもんでね、
労働力の駒なんですから、ね、移民がもうねクルド人イスラムをね薄汚いアジアを中心にね大量に流入させるんですよ、ね、そう子供の代わりにね。そしてね少子化問題もうすでに解決済みなんですよ。もうあんなところをね子ども家庭庁とかにね予算をつける意味がないんですね。だって日本人の子供はもうずっと減り続ければいいわけですし、痛くも痒くもないんですよ。彼らにとっては、ね、日本人の子供がね、日本人の人口が減ろうと別にね痛くも痒くもないんですよ。移民がね永住権を取得してねさまざまなねブルーカラー労働に従事してくれればそれでいいんですから、もう大成功ですよ。異次元の少子化対策大成功ねっていうことなんですね、からくりとしてはね。そう私には分かります。私こう見えても天才ネット軍師としてのね肩書きもありますからね。孫子の兵法をそらんじる男ですからね。そういう天才ネット軍師がもう一歩踏み込んでねもう一歩踏み込んでね予想するとすれば、移民たちはねそれぞれクルド人ならクルド人ね、イスラムならイスラム、アジアならアジアね、薄汚いアジアですよね。まあ中南米も含むんでしょうけれども、でどうするか、やっぱり自分たちのコミュニティをね発展させる、反映させないと発言力がね増しませんね、発言力が。となるとどうするかっていうと、彼らはもう埋めを増やせよなんですよ。もう間違いなくね、もうどんなもうね日本のあらゆる福祉のあらゆるね手段を駆使してね埋めを増やせよなんですよ。そうすればね埋めを増やせよだし、親も呼ぶし兄弟も呼ぶしね、なんなら近所の子供も親戚も呼びますよね。そうして永住権を獲得してねだらだら過ごすんですけれどもね、彼らの第一義は埋めを増やすよ、もう子供をボコボコね産むことなんですよ。そしてね強引にね頭の弱い日本女性たちもね巻き込みながらねハーフも作りながらね、で結局のところ移民たちがねたくさんね子供を増やすことによってまあ名目上のね出生率もこれからぐんと上がっていくんじゃないですかね、あと10年もすればね。ですからもう子ども家庭庁とかのね予算つける必要ないんですよ。そうなんですよ。ネット軍師がこの日本においてね、日本人じゃないとして他国から来た民として他国から来た民に対して指導するにね、とにかく自分たちの子孫ね、同じ血を持った同じ考え方や宗教を持った連中をとにかく呼び寄せること、そして自らもまたいっぱい産み育てること、そうなんですよ。それがね自分たちの発言力と権力を握っていく上で、または日本国内においてのねビジネスだったりとかね、あらゆる脅しに対抗する手段でもありますからね。コミュニティを拡大させるでしょう彼らはね。その中においてひょっとしたら薄汚いアジアとイスラムが衝突するかもしれないし、手を組むかもしれないし、それはちょっと分かりませんけれどもね、どちらにしても少子化は出生率っていう面からしても改善していくでしょうね。その大半が外国人の子供ですけれどもね、日本はもう滅びますよ。日本人はマイノリティになりますよね。少数派になりますよね。またネガティブな適当なこと言って思うでしょ。これは適当でも何でもないですよ。だって岸田はね日本の少子化を食い止める異次元の少子化と
ね、力んでいたわけですけどね、必ずしも日本人とは言ってませんからね。またね、永住権を獲得した移民たちは日本人ですからね、別に問題はないわけですよね。そう、日本人とも言い切ってないしね、日本国籍とも言い切ってないしね、ふわっとしたね、日本の少子化、異次元の少子化って言ってるだけですからね。そうということなんですね。そう、マイノリティになりますね。そしてまあ私のね、少子化対策としてはね、どうでしょうね、冒頭申し上げた通りね、私は由美ちゃんに今冒頭ね、結婚を申し込みましたけれどもね、要するに結婚自体を義務化すればいいんじゃないですかね。誰しもが18になったら順次こうなんて言うんでしょうね、強制的にお見合いをさせて、そして25歳までに結婚しなさいみたいなね、そういうふうな義務化ですかね。そしてあぶれた者同士のね、私このチャンネルで何度も言ってますけど、醜いね、弱男弱女による醜い結合、それがね、日本全国各地で起こればね、少子化は解消するんじゃないでしょうかね。貧乏な国もね、先進国も結局のところ労働力が足りなくなるから困ってね、子供が言うわけですからね。そうで、しかし女性陣はね、下方婚はしたくない、上方婚をしたいわけですよね。上位 10% の男をゲットしたいなんて言うわけですよ。でも日本はもう衰退国ですからね、そんな贅沢はもう通りませんよね。そこら辺ミソジニーとインセルの人たちはね、そうだ、ね、拳を上げると思いますけれどもね、全くその通りでね、もう義務化するしかないですね。そうですね。あとはやっぱりね、労働を軽くするっていうことですよ。世界労働反対委員会委員長のね、ネガティブマンがね、主張します通りね、今まで何度も過去の動画で何度も言ってきましたけど、少子化の本当の原因は労働の負荷にありますからね。過重労働ですよね。無駄なサービス労働ですよね。そんな忙しい中でね、お賃金も上がらない中ね、子供なんて産み育てられるわけがないんですからね。週休5日制、週2日働いてみたいなね、そういう世の中にして結婚を義務化すればね、ボコボコ増えるんじゃないですか。ということでね、まあそんなところですかね。あと異次元の少子化対策は成功したっていう意味合いにおいてはね、そもそも多次元宇宙論っていうものがあるわけですよ、世の中にはね。多次元宇宙論。宇宙というのはこう同じ時間帯ね、時をね、登場人物、同じ時間帯、同じ時に同じ時間帯になんて言うんでしょうね、こう重なり合ってるんじゃないのか、玉ねぎの皮のようにね。それでそれぞれの世界線ね、それぞれの世界があって、それぞれで違うね、進化を遂げているんじゃないのかというね、この多次元宇宙論に沿って言えばね、岸田自民党の言うね、異次元の少子化対策も私たちとは違う同じ空間における多次元の異次元においてはね、成功してるんじゃないのかな、ね、3億人ぐらいになってるんじゃないのかっていうね、可能性もなきにしもあり、ちょっとありますけどね、多次元宇宙論に従えばね、異次元の少子化はすでに成功しているとも言えますね。これはもう意外とね、宇宙を語るにね、これ大切な考え方ですから、皆さん覚えておいてください。ということでね、そうなんです。まあね、そういうヨタ話は置いといて、異次元の少子化対策は見事自民党によってね、岸田によってね、
あるいは経団連や薄汚い上級国民たちによってすでに成功を収めているというね、悲しい話をしてみました。世界を滅ぼすチャンネルと関係ねえじゃねえかと、ね、思ったそこのあなた、鋭い。でもね、関係あるんですよ。あるんです。ね、そういう醜い日本っていうのはね、積極的に物理的にね、内戦でも起こして滅ぼすのが筋なんじゃないのかな。ストーリーとしてどうでしょうね。少し考えてみてください。そう、もうこういう醜い世界は滅ぼすしかないじゃないですか。この世界が滅びればあなたの悩みは立ちどころに解決しますよ。ということを最後に申し述べて、岸田自民党の異次元の少子化対策はすでに成功しているというお話でした。ご清聴ありがとうございました。明日にも今日にも世界が滅びますように、ガチで滅びますように。ネガティブマンでした。